はい、皆さん、こんにちは。車の大支援、カカカシノピーです。今回は、高木のホースノズルを、1、2、3、4、5、5種類購入しました。で、この5種類、実際に使っていこうかなと思うんですが、もともとはね、このホースノズルが気になっていて、大阪ですね、長堀ベース、ディティールアーティストのサブスク洗車プランっていう動画上げたと思うんですが、その時に、諸々さんが使っていて、それなんかよく SNS で見かけるんだけどどうみたいな話を聞いたら、かなりいいよみたいな話で、その時はね、使わなかったんだよね。握ってもないんですよ。で、買おうかなと思って、高木のサイトを見ていたら、いろいろね、他にも気になるのがあったので、5つ購入しました。で、種類で言うと、ちょっと待ってくださいね。いっぱいほんと購入したんですよ。まずは、一番気になっていた、これですね。これがロングノズル S っていう商品で、金額は2156円。で、それの短い版ですね。短い版もあります。これがショートノズルという商品で、1540円。で、それ以外にも購入したんですが、これね。この持ち手は一緒なんですが、先端部分が違う。色違いだからね、ちょっと違う商品に見えるんですが、この持ち手は一緒です。で、この先端が違くて、で、これがジェットウォッシャーっていう商品で1584円。これも購入しました。タフギアサイクロン1804円。これもね、結構評価良かったので、購入したのと、あと、グッドデザイン賞をね、ちょっと受賞されていて、僕そういうのにね、惹かれちゃうんですよね。見た目なんかちょっとおしゃれだな、みたいな。で、似たようなやつ、こちら、サイクロンウォッシャーですね。2376円。これはタフギアサイクロンのこの先端部分がついてるんです。多分同じだと思います。先ほどいろいろ試しに使ったんですが、この5種類のホースノズルの中でめちゃめちゃ気に入ったのがありました。そこら辺も一緒にご紹介していきたいなと思います。で、まずは一つ一つね、どんな商品なのか、外でね、実際にお見せしたいなと思います。そしたら早速、外へ、レッツゴー！はい、そしたら外にやってきました。で、今回購入したのがこの5種類のホースノズルです。それぞれ特徴があるので、それを説明しながら、こんな人にはこれが向いてるよみたいな感じの動画にしていきたいなと思っております。で、5種類購入したんですが、パッと見でわかる部分でいくと、持ち手がこの4種類は一緒ですね。色が違うにしろ持ち手は一緒です。で、この白いロングノズル S とショートノズルはほんと長さが違うだけです。頭も同じ。この長さが違うだけ。で、このサイクロンウォッシャーとタフギアサイクロン。これはヘッドが一緒です。けどこっちはロング。だったり、あと角度を変えられたりね。そんな特徴があります。で、唯一このジェットウォッシャーだけ他のものとは全く違う感じになっております。なので、こうした方が分かりやすいかな。ロングショートロングショートで唯一違うみたいな感じです。そしたらまずはサイクロンの方、サイクロンとあとショートノズル、これはヘッドが同じなのでこの2つをちょっと見ていきますか。はい、そしたらまずはショートノズルから。こんな感じです。シャワーですね。結構水量もあります。先端部分がちょっと角度ついていて、でこう握ってこのポッチを上に上げると固定することもできます。このポッチがね、ちょっとね握った時に小指とかが引っかかってね、ちょっと痛いなって思う時あるんですよ。それはね、他のノズル含めてこのタイプね、このタイプはちょっと気になりました。で、ここにダイヤルがあります。で、このダイヤルを回すと水量を調節することができます。こんな感じ。これがショートノズルで、ロングノズル S はこの首のところが長くなった版といった感じですね。そしたら続いてこちらがタフギアサイクロン。僕が昔使ってたタフギアフックノズルだっけな、このフックがついてる、なんかいろいろ可変ができるタイプのヘッドがサイクロンがついたやつですね。これは4段階でこのヘッドのその水形っていうのかなを変えることができます。で、この4タイプっていうのが、まずはサイクロン、一番の特徴はサイクロンですね。このうねうねうねってやつ、これ結構ね威力あります。触ると結構痛い。なんか打撲みたいな痛さ、
すごい思ったより強いです。でこれが1個目ですよ。で2個目が拡散みたいな、これ幅広ですね。これ結構使えます。で3つ目がシャワーでも何でもないホースを外した時に出てくるような水の出方、これ結構使えるんですよ。で4つ目がジェット、これ結構威力ありますね。結構ねジェットとか洗車じゃ使わないんだよね。僕もさっき使ってたんですが、このサイクロンとこのジェットに関して言えば正直洗車じゃ使わないかな。どちらかというとこの拡散とこのジョボジョボって出るこの2タイプが結構洗車に使えそうです。でサイクロンウォッシャーの方はこのヘッドがついたロングバージョンみたいな感じです。でさっきのジョボジョボはこれコメリの電動ホームガンなんですが、こういった口が小さくてなおかつ洗剤を入れて使うようなもの、これ例えばこうジェットを使うと泡立って水が全然入んないんですよ。でこういう時にこのジョボジョボ系、これで今ちょっと泡立っちゃってるからこうなってるんですが、洗剤を入れてこう水を入れていけば泡立たずに水を入れることができる。あと水の量がね結構たっぷり出てくれるので、足回りとか洗ってる時にも結構使えます。水をたっぷり使いたいっていう時はこのジョボジョボ結構有効的です。はい、そしたら今のでこの先端部分ですね、ロングノズル、ショートノズルとこのサイクロン、この2種類のこの違いっていうのは分かったと思います。あとは持ち手っていうかロングかショートかなんですが、一旦このジェットウォッシャー、これは一旦置いといて、ロングの方は基本的にね足回りには向いてないです。やっぱ操作性が悪いっていうところからあんま足回りに向いていない。でこのショートタイプはどちらかというと足回りに向いてるのかなと。操作性がすごくいいので、このショートノズルとタフギアサイクロンを使ってちょっと足回りをね洗ってみようと思います。はい、そしたらまずはショートノズルからいきます。結構水量があっていいですね。でなおかつこのヘッドが小さくてちょっとこの伸びているので、こういうところ水かけやすいです。でこれがロングノズル S になるともっと長くなるので距離を取らないといけないからちょっと操作性が悪くなる。なのでこの足回りのこの奥とかは個人的にはショートノズルの方が使いやすいです。でデメリットとしてはやっぱこの先端ね、このヘッドがこのシャワーしかないっていうところ、もうちょい威力が強いスパパパパパーンといきたい方はタフギアサイクロンとかの方がいいかなと思うんですが、一回洗ってみますか。水をかける。あ、いいね。いいです。普通にいいです。操作性がやっぱいいね。例えばこういった奥ですね、洗っていった時こういったところも水をかけやすいですね。でもう一回洗いました。で逆にタフギアサイクロン使ってみます。これだとね跳ね返りがひどいから、これ今サイクロンですね、あんまおすすめできないし、ちょっとピンポイントにかけられない、こう散らばるので僕はちょっと使いづらいなと思ってます。なのでどちらかというとこれ拡散みたいな、で中もいけますが、やっぱりちょっと奥まで入ってくれるショートノズル
の方がやっぱ奥は洗いやすいかな。であとなんか水をねちょっと大量に使いたいみたいな、わざと泡をつけてドバドバやりたい人は、こういうので、例えば酸性のケミカルを使いましたとかで、しっかり水で洗い流したいなっていう方はこれが向いてんのかな。だからこのショートタイプタフギアサイクロンとショートノズルは、どちらかというと足回りに向いてるかなと思います。はい、そしたら残りロングタイプですね。ロングノズル3種類あるのでこちら使っていこうと思うんですが、この中で一番洗車に向いてないのがこの一番奥側のジェットウォッシャーです。これがね一番洗車に向いていないので、これからいきますか。はい、そしたらこちらが唯一まだ使っていないヘッド形状ですね。でこれは可変式っていうか、こうネジでぐるぐるすることができて、で一番締めた状態で使うとこういうかなり細いジェットですね。でこれを緩めていくとこういう変化があります。なんかジェットもね僕あんま洗車で使わないんですよ。ピンポイントすぎて洗い流しにくいっていうのなのであんま使わないので、そういった意味でもこれが一番洗車に向いてないかなと思うんですが、一旦使ってみますか。はい、そしたら使っていこうと思います。このジェットウォッシャーねもう使わなくてもいいかなっていうぐらい結構向いてない。こういう感じ、かなりピンポイントで、これを緩めてもこんな感じ。どれがいいのか分かんないけど水量もちょっと微妙だし、かといって圧を高めるために補足してもピンポイントすぎる。ちょっと使いづらいんですよね。で例えば、一旦ちょっとホームガンでもうこう泡を作ったとして、でこれを洗い流すってなった時にこういうことになるんですよね、ジェットだと。だから僕はジェットをあまり使わないと。でこの角度も変更できません。なので、上やるにもこういうことになりますよね。だからちょっと使いづらいなといった感じです。だったらこのタフギアのこの拡散とかで幅があるからね、こう上からだらっとこう水を流していく。こっちの方が使いやすいです。で今 BRZ でやっているのですが、こういったね背の低い車もロングノズルかなりね有効的です。実際使ってみて思いました。なのでロングノズル使おうか。はい、そしたら今車を洗いました。で洗い流していくんですが、ロングノズル S いきます。で僕がこれ買った理由としては、ボディもそうなんですが、こういう下側が洗いやすそうだなっていうので買いました。でロングノズルは圧倒的にボディ用です。足回りには向いてないです。でこういった背の小さい車でも奥側しっかり洗えるので、特に背の小さい車は僕的にはかなりおすすめかなと思ってます。でロングノズルはこのシャワーなので結構水量があります。なので水をたっぷりかけたい人っていうのはこのロングノズル S 結構おすすめです。片側からでかなりの範囲洗い流すことができます。あとこういう下回りね、ほんと下回りがやりやすい。でちょっと角度ついてるからよりやりやすいんだけど、この真下は結構ちょっと角度的にきついかなと思います。今日かなり使いやすい。例えばこういったバンパー周りね、こう上から順々に洗い流していった時にこの下側にこう水が溜まってきます。で上からこういう風にアタックはできるんですよ、他のショートノズルでもね。で結局この辺とかが洗えてなかったり、ここに泡が残ってたりするので、こういうところもやりやすい。かなり僕みたいな
あんま動きたくない人とかには特におすすめですね。で逆にサイクロンウォッシャーどうなのっていうところなんですが、めちゃめちゃいいです。はい、こんな感じ。ヘッドの方はタフギアサイクロンと同じなので、シャワーだとちょっとその余剰成分の残りがありそうだなっていう方は、このジェットとシャワーの間の拡散みたいなのでこう洗っていけるので、めちゃめちゃ使いやすいです。で長さも長い、奥までしっかり洗える。なおかつここフレキシブルになっているので、ロングノズル S に比べて下側を洗いやすいです。でここでね手離すとこのハンドルねこうガンっていっちゃうので、僕今危なかったんですが、これ気をつけてもらいたいですね。後ろにこの持ってかれる反動で止めた時前に行くっていう、これはまあ注意点なんだけど、こう洗っていけるのが楽ですね。でロングの時はこのジェットもサイクロンも使わないかな、これもあんま使わないかな。こういうことあんまないもんね。この拡散ですね、これがすごいいい。これ長いのいいよ本当に。なんで今までねロングを使ってこなかったのか、今後悔してるぐらいです。めちゃめちゃいい。で思ったよりね長さを感じないね。この辺もやりやすいし、やっぱ足回りはちょっともうちょっと操作性あった方がいいなとは思うけど、ボディ全体をやるにはこれめちゃめちゃいいです。でロングのいいところはやっぱこう遠く水かけることができます。あと手前側もある程度この距離を保ちながら水をかけられるので跳ね返りが少ない。でデメリットとしてはある程度距離を保たないとダメっていうこと、この辺の距離では使いづらいもんね。なので逆に洗車スペースがあまりない人はタフギアサイクロンの方だったら近くても使いやすい。その代わり跳ね返りはありますと。これも使いやすいですよ。けど本当にこのサイクロンはいらないね。結構痛いよ思ったより。やっぱ狙ったところに水をかけられない、かけにくい、この乱雑にダダダダダっていくので、そこはちょっとね使いづらいなっていう感じはあります。リアル Z だったらこれもう2往復ぐらいでかなり泡は切れていくと思います。そんな感じかな。特にこういった背の低い車、ロングノズルはおすすめだと思います。背の高い車でもねもちろん高い分やりやすい。そうなってくるとやっぱこの角度のついたサイクロンウォッシャーが個人的にはいいのではないかなと思ってます。ロングノズル S もいいんだけど、やっぱねシャワーってさ、なんかどっか試せないかな。なんか例えばホームガンじゃなくてもいいんだけど、こう泡々にした時にこうシャワーでこう流した時こうなんか泡切れが悪いっていうか、まだボディに泡が残ってんじゃないかみたいな時ないですか？いや落ちてんのかもしれないんだけど、このねロングノズル S とショートノズルは結構ね水量があるので、思ったより余剰成分の残りっていうのは少なさそうなんですが、さっきみたいになることがあるんですよね。言いたいこと分かります？これを洗い流す時にダラーンとなってるからそう見えるだけなのか、ちょっと水の弾き的にもこれ落ちてんのみたいな時たまにあるんですよ。なのでこれちょっと拡散チックな、ちょっとジェットにより近いような感じでこう落としていきたいなっていうのはあるんですが、水量はねシャワーの方があると思うので、水たっぷりっていう方はシャワーの方が向いてるかもしれないです。こんな感じかな。ちなみに背の高い車だとこんな感じですと。これボクシーですね。僕が身長166センチ、1センチ盛りました。でこんな感じ。これロングタイプですね。でこれは角度変えられるから結構手前側もやりやすいし、そう考えるとこの角度変えられるサイクロンウォッシャーはかなりいいですね。ちなみにこれが
タフギアサイクロンになるとどんな感じ？いかないよね。やっぱ半分、ちゃんとかかるのが半分が限界だし、この手前らへん、この辺とかやりにくいね。もうちょい背の大きい人だったら大丈夫なんだろうけど、一応ロングノズル S もやってみますか。ロングノズル S もやっぱ手前がやりにくいね。こんな感じです。サイズ感的にはね。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回は高木のホースノズル5種類をいろいろ使い比べてみました。で、もともとはこちらですね、ロングノズル S が気になっていて、高木の、ホームページを見たところ、他にも面白そうなのがあったので、5種類買い揃えてみたといった感じですね。で、結果から言うと、そもそも洗車用として売られているものではないので、こちらジェットウォッシャーですね。これはね、洗車に一番不向きだったなと。その他4種類ですね。この4種類はね、すごく良かったです。その中でも個人的にはサイクロンかな。このサイクロン2種類、ロングと、ショートのサイクロンがあるんですが、この2つが良かったです。このヘッドが良かったですね。サイクロンはね、あんま良くないんですが、個人的にはジョボジョボ出るやつと、あと拡散のこの縦型の結構幅広が、洗車にかなり向いているなと思いました。で、ロングとショートで言うと、やっぱりその洗車できる環境っていうのが人それぞれだと思います。で、ある程度距離が取れるっていう方は、僕はね、ロング結構おすすめかなと思っています。けど距離取れないと使いづらいので、そんな方はショートの方がいいのかなといった感じです。で、サイクロンの方は4パターンこの水形が変えられる。で、ロングの方はなおかつここの先端の角度を変えられるっていう意味でサイクロンすごくいいです。といってもこのショートノズルとロングノズル S、これもね、シャワーのその水形が1パターンしかないんですが、結構ね水量があって、これもねこれで使いやすかったです。なんかちょっとね、どれがいいかっていうのは言い難いんですが、個人的にはサイクロンおすすめかな。ほんとどれがいいのっていう話になると思うんですよね。もうちょっと明確にしてくれみたいなね。そういう話でいくと、僕だったらね、ある程度この洗車の距離が取れてて、僕だったらサイクロンウォッシャーと、あとショートノズルを買うかな。足回りね結構これ使いやすかったので、この2つかな。で、さっきねいろいろ見ていたら、この先端部分が外せるんですよ。このサイクロンウォッシャーのショート版っていうのがなくて、なんかショートあったらいいなと思っていろいろ見ていたら、この先端部分外せるんですよ。で、このショートノズルの方にこのサイクロンウォッシャーの先端部分をつけることも可能です。使い方は分かんないけどね。で、この角度も変えられるし、これはこれでいいかもしれないけど、ヘッドのバランスがどうなんだろうっていうね、ちょっと重たくなるけど、使いやすそうだなっていう感じはあります。これはこれで良さそうで、金額が高木ってすごいね、かなりクオリティ高いなって僕思ってるんですよ。このホースノズル、これを2000円台だったり2000円以下で販売できるっていうのがほんとすごい。ショートノズルがいくらって言ったっけ。これ今先端違うんですが、これが1540円で、ロングノズル S が2156円でしょ。サイクロンウォッシャーが2376円、200円ぐらいの差しかなかったらサイクロンウォッシャーですね。僕はこのサイクロンの先端にこの長いこのロングノズルっていうのかな、これがサイクロンウォッシャーなんですが、これぐらいの金額差しかないんだ。で、タフギアサイクロン1800円。これも安いよね。1800円のクオリティじゃないですよ。今回実際に使ってみたんですが、非常に良かったです。個人的にはこのねロングタイプをなんで今まで使ってこなかったんだって思うぐらい結構使いやすかったです。ちょっとね慣れるまで時間もしかしたらかかるかもしれませんが、これ使い始めたらねもう止まんなくなっちゃうっていうぐらい使いやすかったので、気になる方はぜひ購入してみてください。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。